皆さんこんばんは。テケッチゲームチャンネルへようこそ。ということで、本日もクローズナイトメア続きやっていきたいと思います。その前に、本日の動画からですね、字幕の方を追加させていただきましたので、もし必要な方いらっしゃいましたらそちら活用していただければと思います。また、パート1、パート2見ていない方いらっしゃいましたらそちらも合わせて見ていただけたらと思います。それでは続きやっていきましょう。前回、机の上のメモを読んで、本棚にヒントがあるかもっていうことだったので、ちょっと本棚を探していきましょう。なんだ？楽譜の本だ。題名は書かれていない。手書きで書かれた楽譜を本としてまとめたのか、英語の文字が読みにくい。ところどころで単語を読み取ってみると、目次のような部分にスコアとかオーケストラといった内容が書かれていた。楽器の各パートがページの上から下までずらりと並んで音符が流れるように書き込まれている。手書きの癖が強くて音符の位置も読み取りにくい。楽譜か。なんかピアノでも弾くのかな。缶が置かれている。中に何か入っているだろうか。指輪かな。指輪が2つ入っている。小さくてシンプルな銀色の指輪と大きめでねじれたデザインが特徴的な金色の指輪だ。誰の指輪だろう。それからこれはまたメモが入っている。またメモか。またわからない字で書いてあるのかな。この指輪の論文は読んだことがある。論文によれば天使と悪魔を物に閉じ込める研究が成功したと書かれていたはずだ。あらゆる魔人を主役できるとされる指輪を模した指輪を身につければ封じ込められたそれらの声を聞くことができるらしい。ちょっと今日滑舌がいまいちですね。加えて知識の扉を開いたとき、天使の領域を真珠のリングかな。真珠のリングで示し、悪魔の領域を鉄のリングで示す。と論文に書いてあったのも覚えている。ただし、天使は常に真実を語り、悪魔は常に虚を語るから注意が必要だ。二つの指輪か。じゃあこれが天使と悪魔ってことかな。魔人って何のことだろう。指輪はこれのことだと思うけど、金色が真珠で銀色が鉄製の指輪かな。指輪を身につければって書いてあったから試しにはめてみようかな。すごいね。わからない指輪をよくはめるね、あなたは。右手しか使えないからなかなか指にはまらない。ちょっと下品だけど、指輪を口で挟んで指にはめてみようかな。左手動いてない？気のせい。そして爪が綺麗ね。そう、こんな風に両手が使えたらすぐにはめることができるのに。だよね。だよね。動いてるよね、これ。動くようになった？違う。私の意志で動いてるわけじゃない。勝手に動いている。何？なんか埋め込まれてるの。左手が勝手にどういうこと？どういうことよ。どういうことよ。踏んづけてやる。それ違うね。まさか。これがもしかして音量？音量に乗り移られてしまったんじゃ。離れて。でもそれで離れてくれたらね、お祓いとかいらないよね。私は音量を追い払おうと右手で左手首を掴んで振り回した。だけど効果はなく左腕は勝手に動き続ける。痛みとかあるのかな？どうしよう。どうしよう。どうにかしないと。何かどこかに使えそうなものはないの？ちょっとね、ホラーゲームをやりすぎて、私の頭にね、切り落とすという選択肢が出てきたんだけど、そうじゃないよね。そんな怖いゲームじゃないよね。だって今、朗読系のゲームだもん、これ。あら、実写入っちゃった。何かを伝えようとしているのかな、これ。
おなんとかき、おち、落ち着いてってこと？こんな状況で落ち着けないでしょ。落ち着いて。何？こんな状況で落ち着けって言われてもね、逆にパニックよね。左手が勝手に動いてさ、落ち着けって書かれたらもうそれは落ち着けないわよ。左手は続けてメモ帳に書き始める。ヤギ、瞳かな。これは何？名前のように見えるけど。ヤギ？瞳？名前、あなたの？なんかさ、ハリーポッターの秘密の部屋でなんかこんなんあったよね。ハリーがなんか謎の本にこうやって書いて、返事が来るやつみたいな。はい。協力する。協力？何？でもさ、落ち着いてって言ってるのとさ、協力するって言ってくれてるんだから信用してあげようよ。もう左手は自分のものではない。わかった。信用する。協力して。これで裏切られたらもうプッチンよ。私これさ、今思ったんだけど、左上ってあれナイフなのかな？もしかしてメモ帳を選んでなかったら切り落とすとかいう選択肢あったのかな？ちょっと気になる。指輪を持っていないことに気づき、言葉を止めて辺りを見渡す。とりあえず左腕のひとみさんは協力してくれるみたい。だけど本当に大丈夫なんだろうか。いや、何かするつもりならもうしてるはず。確かにそうだよね。なんか首絞められるとかしてるはずだよね。協力的じゃなかったら。今は信じるしかない。このね、バラが気になってるんですよ、さっきから。とりあえず床に落ちた指輪を拾う。指輪ゲッチュ。二つのゲッチュ。まずはこの指輪をはめたいんだけど。ひとみさん。この指輪をはめたいんだけど、協力してくれない？まずさ、この左腕に頼んでるっていう時点で結構、もう理解が追いついてないんだけど、左腕が他人なのも信じられないけど、まあそういうことは置いときましょうか。押し出してくれた。ひとみさんは宣言通り協力してくれるらしい。両手で指輪をはめようとする。よかった。そういえばこの指輪はどの指にはめたらいいんだろう。何も指定されてなかった気がするけど、いや、そもそもはまるんだろうか。サイズが合わなかったらゆるゆるになるか入らない可能性も。入ったじゃん。ぴったりじゃん。もうあなた用じゃない？見る限り。不安になりながら一応試してみると、真珠の指輪は右手の中指にすっぽりとはまった。なぜか他の指にははまらないみたいだった。なまっちゃったね。すいません。同じように、鉄の指輪は左手の小指にだけはまった。まるで最初からこの指にはめるために作られたかのような。寝てる間にさ、型取られたんじゃない？型取り。考えすぎなのかな？ともかく指輪をはめることができた。私は天使。びっくりした。エメラルドの本に紋章を。本は最も高い。あるべきところに備え。天使と悪魔を本の両脇に捧げる。あ？誰だよ。私は天使。ルビーの本に紋章を。本の最も低い。あるべきところに備え。二つの指輪を本の両脇に捧げよ。さっきさ、誰だよって言ったけど、ちゃんと自分から私は天使って名乗ってくれてたね。すいません。何？すると、それまでに聞こえてなかった声が聞こえてきた。
どういうこと？声が聞こえてきた方を恐る恐る確認すると、2つある造花から聞こえてくるみたいだ。エメラルドにルビーの本。そんなもんどこに？本といえば本なのにいっぱいあるけど、これのこと？そうだと仮定しても、白い造花と赤い造花は全く別の内容を語っていた。紋章を本にというところは一緒だったけれど、指定された本の種類が違う。本を掲げる位置が高いのか低いのかの差もあった。そして本の両脇に捧げるものが全く違う。赤い造花が言っていたのは、天使と悪魔を両脇に捧げること。白い造花が言っていたのは、2つの指輪を両脇に捧げること。天使と悪魔というのはどういうことだろうか。指輪じゃない？ふと2つの指輪と一緒に見つけたメモの内容を思い出した。天使と悪魔を物に封じ込める研究が成功したと書いてあった。そうか。ちょっと信じがたいけど、どちらかの造花に天使が、もう片方に悪魔が封じ込められているということだろうか。ただどちらの造花も私は天使だと言っていた。一体どういうことだろう。まずはそこから考える必要がありそう。どちらも私は天使だと言っているということは、片方が嘘をついているのかもしれない。逆にそれ以外の何者でもないと思う。どうしよう。どちらが天使でどちらが悪魔かわからない。私もわからない。八方塞がりだ。しばらく考え込んでいると、ふと左腕が動き出す。ひとみさんですね。同じこと言っちゃった。ひとみさんだ。何かを伝えたいようだ。このさ、メモ取ってくれるのいいね。筆談ができるじゃん。急いで鉛筆と白紙のメモ帳を用意すると、ゆっくりと左手が文字を書いていく。何か花に質問をしてみたら？花に質問をする？答えてくれるかわからないけれど、これ以上ヒントがない現状を考えると、確かに何もしないより花に問いかけるのもいいかもしれない。花に問いかけるのか。結構さ、道端で花に問いかけてたらやばい人認定になるけど大丈夫かな。左腕がひとみさんの時点でもう多分この子はやばい人認定だけどさ。私は試しに質問をしてみることにした。さて、何を聞けばどちらが天使でどちらが悪魔なのか判断することができるだろうか。これなんかさ、なんか知ってないといけない知識を事前に。ふと指輪と一緒に見つけたメモの一節を思い出す。天使は常に真実を語り、悪魔は常に虚構を語るから、注意が必要だと書いてあった。つまり天使は常に正しい答えを語り、悪魔は常に嘘を語る。それなら悪魔が嘘をつけないそんな質問をすればいいのかもしれない。確かそういう心理パズルがあったはず。そういうものは知りません。確かその推理パズルの質問内容に聞きたいことを当てはめると、これはどっちでもいいのかな。これでバッドエンド回収しちゃったらどうしよう。パート2に続くバッドエンドだよ。私赤色あんま好きじゃないから白にします。常に嘘ってことは、あなたは悪魔ですかって聞いた後に多分上を行った方がいいと思うから、とりあえず悪魔ですかって聞いてみる。あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか？白い造花にそう尋ねてみる。黙秘権。白い造花から返事が返ってこない。じゃあ次は、待って、帰ってこないってことは、あれ？私頭おかしくなってきちゃった。あなたは天使ですか？白い造花にそう尋ねてみる。びっくりした。白い造花から返事が返ってきた。じゃあ次は、待って、はいでしょ？こっちにしようか。あなたは天使ですかの問いに、あなたははいと答えますか？白い造花にそう尋ねてみる。なんで言ってくれないの？あなたは悪魔ですか？白い造花にそう尋ねてみる。
じゃあさ、白は天使なのかもしれない。白が天使でしょ？で、悪魔だったら常に嘘をつくから、あなたは天使ですかと問いてみます。あなたは天使ですか？赤い増加にそう尋ねてみる。はいって言ってくるよね。これわかんないな。あなたは悪魔ですか？赤い増加に嘘つくんじゃねえよ。悪魔じゃないのにいいえ。あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか？赤い増加に、ちょっと待って。赤が天使なのか？あなたは天使ですかの問いに、あなたははいと答えますか？はい。あ？わかった。本当にもう質問することはなかっただろうか。もういい。聞きたいことは質問できたと思う。次は本棚を調べてみよう。多分、赤が天使だと思うよ。私の勘ね。数式がいっぱい書いてある本だ。正直何のことだかさっぱりわからない。難しそうな数式が羅列している。念のため丁寧に1ページずつめくって最後まで確認したが、最初から最後まで数式が書き込まれていた。これは一体何の本なんだろうか。専門書だとは思うが、これ以上読み取れる情報がない。私は考えるのをやめてそっと閉じた。あ、ちょっと待って、これ本さ、一個一個違うのかな？画集だ。世界の名画集なのか、教科書で見たことのある絵がたくさん載っている。ジャンルもバラバラで、風景画の次のページに、抽象画が載っていたりする統一感のない不思議な画集だ。文字がないから解説書ではなかったみたい。あ、これ一個一個か。次これ。魔法陣のような図柄が並んでいる。魔導書なのかな？綺麗な絵柄の魔法陣もある。これは一体何の効果がある魔法陣なんだろう。ところどころに書き足されている言語は日本語じゃないし、英語でもなさそう。あれ？途中のページに紙が挟まっている。おや？怨霊の反乱を防ぐ手段は三種の神器にある。三種の神器とは竹、ぶどう、桃のことだ。おう。三種の神器。竹？ぶどう？桃？それに反乱って何のこと？とりあえずさっきの続きから再び本を調べてみる。最後までめくってみたが、結局よくわからなかった。わからんのかーい。これさ、ちょっとね、しばらくいろいろしてみたんだけど、本をもう一度調べてみたものの、やっぱりエメラルドやルビーの本なんて見当たらない。あれ？よく見るとこのカバー、裏返しになっている。どの本も白いブックカバーだと思っていたけれど、どうやら裏側には色がついている。色出てきた。進める。もうね、ここでね、うじうじした私。とりあえずカバーを裏返して本棚に戻す。一冊ずつ棚から取り出してはカバーを裏返して、元の位置に戻す動作を繰り返し、全部の本のカバーを裏返しにしてみた。やっとできた。ですよ。最初、多分、赤が天使だと思うんですよ。質問聞いた感じ。右はね、なんか、黙秘しだしたんで。私は天使。エメラルドの本に紋章を。本の最も高い、あるべきところに備え、天使と悪魔を本の両脇に捧げる。ってことは、エメラルドの本を上に持ってきて、質問はいいです。質問しない？エメラルドを、緑色のカバーだ。エメラルドグリーン。もしかして赤い造花から聞こえてきたエメラルドの本っていうのはこれのことだろうか。本を開いてもう一度よく調べてみると、これさ、そうだよね。挟んであっ
って何も書いてなかった本だと思うの。真ん中のページに何かを挟んでいた跡があった。この跡は紋章のカードと形が似ている。ここにあのカードを挟めばいいのだろうか。あ、なるほどね。問題は赤い増加の言葉を信じるか否かということだ。さっきの質問の結果から考えると赤い増加の正体は天使なんだよ。赤い増加は嘘ついてないんよ。赤い増加の正体は天使だ。だからエメラルドの本を使うのが正しいはずだ。最も高いあるべきところというのはおそらく本棚の最上段。ということは最上段に本を置けばいいはず。置いて置いて。あとついてるじゃん。あとついてますやん。本棚の最上段を見てみると、底面に何かの跡がついている。これは物が置かれていた跡。長方形の跡が一つ、それを両方で挟むように六角形の跡が二つ。何かが置かれていたんだろうか。置いた。紋章のカードを挟んだ緑の本を本棚の上段にあった長方形の跡がついていた場所に置く。あとは二つの六角形の跡に花瓶を置いていけばいいはず。ただ花瓶の位置はどうすれば。確かメモの紙には、知識の扉を開いたとき、天使の領域を真珠のリングで示し、悪魔の領域を鉄のリングで示す。と書いてあった。これがヒントかもしれない。リングというのが指輪なのだとしたら、今はめている指輪の位置が関連しているのかもしれない。改めて手を確認すると、右手には真珠の指輪をはめている。だったら本棚に向かって右側に置くのは、右ってどっち？あ、逆じゃね？どこからか誰かの笑った声がした。しかしそれ以外何も起こらない。間違っているんだろうか。間違えた。ごめんなさい。すいません。間違えちゃった。デーペラ。こうでいいのかな？不安になりながらも赤い増加の花瓶を本棚に向かって左側へ。白い増加の花瓶を本棚に向かって右側へ。エメラルドの本を挟むようにそっと置いた。インテリアセンスゼロだ。あ、びっくりした。急にさ、もうブルってるよ。コントローラーが。すごいうるさい。ブル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 のすけ。大丈夫？ひとみちゃん生きてる？ひとみちゃん生きてる？ひとみちゃん？止まった。ひとみちゃん息してる？左手。あ、全部落ちちゃった。何だったの？何だったんだろう。地震？まさかあのカードを収めたから。いや、でもそんなことで地震が起こるわけがない。だけど魔人がどうとか書いてあった。その魔人が何かをした？いや、そんなものいるわけ。でも怨霊がいるなら魔人だって。いや、だけれど。ダメだ。理解ができない。一度にいろんなことが起こりすぎている。とにかく他に変わったことがないか調べてみよう。なんでその本棚は無事やねん。なんで本はバラバラになってないねん。この部屋は特に変化はない。一回外に出てみよう。やっぱりさ、あれ左上ナイフじゃない？と、今の揺れで机の下に落ちてしまったものが視界に入る。ああ、そうだ。鉛筆とメモ帳は持っていった方がいい。あ、そうだね。ひとみちゃんとね、話するのに必要だからね。一応ナイフも持っていこう。あ、なるほどね。鉛筆削りにもなるし、また襲われた時の護身用のために。なんか見た感じそんなに切れ味良さそうなナイフには見えないけどね。私は必要なものをポシェットに入れると部屋を出た。お、いっぱい手に入った。ここから何が変わるんだろう。悪夢を通り過ぎますよ。高熱が出た時に見る悪夢。廊下に出てみたけれど特に変わったところはなかった。やっぱり途中のドアは開かないし、エレベーターも動かなかった。地震の影響も特にないらしい。地震ではないと思うけどね。何かがさ、こう生まれたんじゃない？ここに入るとマネキン人形が散らばっていて。オープン。失礼します。新聞撮ってますか？
ちょっと失礼しますね。誰やねん。誰